寿司匠さんってこれだけお弟子さんいて、その技能の伝承というか育成ってどうやってやってるんですか？ずっと一緒にいる。終わってからもみんなでご飯行くし、そういうことですよね。そこの延長線でどんどんやっぱりご飯行こうで楽しく飲んであってなるっていうのが時代と逆さにいってる気もするんですけど、昆布締めでアラです。熟成ですね。中トロの漬け、おはぎです。これはマグロの中落ちにネギとたくあん入れて細かく叩いたやつです。光り物です。イワシ。美しすぎる。これはやばい。つまみと握りを交互に提供するおまかせのスタイルを確立したとされる東京屈指の予約困難店。テキパキと振る舞う若き寿司職人たちのチームワークと活気ある雰囲気が特徴で、少量多品種のつまみや握りがテンポよく提供される。近年は前半7割程度の品数をおまかせで提供し、後半3割はお好みで提供するというスタイルを展開しています。この日は持ち回りで開催してきた東京寿司職人会の最終回として、都内予約困難店の大将たちと匠の哲学を味わいました。師匠って名前がついてるお寿司って、お寿司屋さんって今何店舗ぐらいあるんですか？寿司商はうちハワイ、ニューヨーク、青屋、西麻布、まさに寿司商マスター、あと赤坂の寿司商斉藤さんと秋田の寿司。寺子屋。あ、寺子屋か。寺子屋。7。で、匠ってついてるところ入れると結構もっと多いですね。匠つくともうやばいことになる。匠ついたり、そこから出た人とかになってくるともうちょっと16、7じゃないですか。今日最終回にします。最終回2週目。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。もう3年半いったんで。ちょうどいいと思います。はい。ガリうまっ。毛ガニ純菜土佐酢ジュレ。さっぱりで美味しい。昔結構パリッと決めてましたもんね。そうなんですよ。よくねしっかり水気があってきてたんですけど、今逆にそのね、しっとり系の方がやっぱいいっすよね。うわ、うまっ。うまい。柔らか。もちもち系。このカツオって寝かせてるんですか？いやいや、もうスーパーフレッシュです。今日しかも。前回の寿司長さんが2023年の9月でした。ほぼ2年ぶり。この回が。今ってもう7割おまかせの3割はお好みでみたいな感じにしてるんですか？そうですね。まあ6、7割ぐらいかな。食べれそうな人が多かったら7割ぐらいいっちゃいますし、まあなんですか、その人によっての6割7割ぐらいだから僕の中で2、3個前後はしてます。今日松川ガレー石垣ガレーです。わさびだけ。ああ、爽やか。ナチュラル。うまい。軽く塩味を感じる。親は赤シャリ。本当に。親は赤。うまっ。しっかり塩味。本当皆さん、やったじゃん。小肌食べましたね。違います。全然違います。一番おしゃれだ。今うちの社員みんなでこうリボン型にこうやって、で今もそうです。でよろずさんは黄金色の小肌で一本線で、皆さんなんかシンプルなスレンダーの小肌。よしきさんのもサンタロ君はちょっと親しみやすいかな。そうそう。やっぱ板前さんによって好みが違うんで、ここは僕たちは板前さんの目となって、板前さんの好みのマグロをお届けするっていう、そういう仕事だと思います。この番組は魚のことなら北に水産、株式会社北に水産の提供でお送りします。
うまっ。香りがすごい。皮目がうまい。食感があってめちゃくちゃうまい。いい塩梅ですね、わら。うまい。カツうまい。ちょい悪なケイタさんみたいなカツ。香りがいい。ビワマス。数のコクとマッチしてシャリ、ですね。シャリめちゃくちゃうまいです。しそいいっすね。そういうしそだね。当たりネギがみんな基本としてる中、しそね。美味しそうだし。ああ。ここに座ってる時って次何来るか見えちゃうけど、だから僕バラバラに座って。それは普通の時も。いつも全然いつもそうです。ポンポンポン、はいポンポンポン入ってくるのがなんかちょっと僕は食らってて、なんかランダムに来てほしい。一番最後の日もあればっていう方がなんか面白い。お客さん側もなんか集中できますよね。そうそうそう。はい、集中いつ来るか分かんない。はいはいはい。上差し戻説あるじゃないですか。はいはいはい。目上に先に出しますか最後に出しますかっていうこの論争もすごく難しいじゃないですか。男女だったらどっち出します？だから僕はガンガン書いてます。ああ、男女だったら男から出すんですよね。へえ。すごい写真撮りたい人ああ、確かに。だとその撮りたい人先に出して、そうそう、確かに。そうですっていうのはまあよくやりますけど、確かにね。偉い人を最初か最後か説って下の人から出ると待つじゃないですか。あ、そうです。結構難しくて、なんかね昔一回言われて、俺最後に出してって言われたんですよ。一発目は確かに上の人から出す。いいからで美味しい。プリプリ、食感が最高すぎる。その冷凍の仕方と解凍の仕方とかで解凍もより冷凍の方が大事です。あ、そうですか。最初どんだけ一気に真空したらまたそれも違ってくるので、これって決められないんですよ。途中で方向転換してちょっと変えてあげないといけない時がだから絶対決め事じゃないんですよ。感覚のそうそうそう。余市です。ウニジュース最高。山椒をちょっとつけて。ノドグロと山椒って珍しいですね。山椒がうますぎて。うん。あ、でもノドグロもちょっとそういう焼き方して、うなぎのように持ってくる感じで。美味しい。確かにちょっとうなぎ感ある。寿司長さんってこれだけお弟子さんいて、その技能の伝承というか育成ってどうやってやってるんですか？ずっと一緒にいる。本当に一緒にいるんで、終わってからもみんなでご飯食うし、そういうことですよね。そこの延長線でどんどんやっぱりご飯行こうで楽しく飲んであってなるっていうのが時代と逆さにいってる気もするんですけど、今週土曜日はボーリング大会。今度呼ぶよ、カムロ。
硬いタレ味噌が甘くて最高。ちょっと半生タイプ。いきます。つぶ貝、ホッキ貝です。ホッキのひも焼いたやつ。あと軍艦小柱。軍艦であとマスの卵です。マスコの醤油漬け。北海道和風にもあれば昆布締めでアラです。白エビですね。白エビの昆布締め。そして金目鯛の身は昆布で締めております。金目の皮は炙っていきます。熟成ですね。中トロの漬け。光り物です。イワシ。あとは島味です。あん肝スイカですとか、おはぎです。これはマグロの中落ちにネギとたくあん入れて細かく砕いたやつです。煮詰めでいくなら煮ハマグリがいいかなと思います。あとは巻物ですとか卵焼きもいろいろありますといった感じです。後半のお好み感いいですね。これが楽しいんですよね。白エビ昆布締め、つぶ貝、粒、島味、イワシ、卵、ハマグリ、ウニ。もうほぼ全部じゃん。わあ、すげえ肉厚。めちゃくちゃ分厚いですね、粒が。おお、うまっ。こんな食べ応えの粒が初めて。よろずさんで粒がよなんか出ないイメージ。やるときは寝かすんですか？粒貝の熟成。発酵させてるだけ。発酵？これでちょっと発酵させて食感残しながら味出したいなと思ってやったら発酵が一番食感残しながら味出た。マスコ珍しい。マスコはちょっとあっさりめの仕立て。なんかつけみたいなやつ。強火につけない方が。ビーズパッとが爽やかに。フレッシュ感がすごい。美しすぎる。イワシうまし。これはやばい。うまっ。久しぶり。うわ、うまっ。重量はあるけど味は軽い。元祖おはぎはうまいわ。綿がすごい。かんぴょううまい。もういや美味しいなっていうのはあるんですけど、愛がなんか伝わってない感じがしてて、俺はすごいですね。それで何回来ても多分これは変わらずなるほどね。なので、ちょっとそうで最後っていうことで、また今度は違うところで皆さん大丈夫です。まだ全然先ですかね。なんか高岡さん嬉しそうですね。最後の嬉しそうですね。嬉しそうじゃないです。嬉しそうじゃないです。カスボス一貫目。2回目だ。2回目って大事だし、先ほど変化とか、まあ今の状況も、まあ楽しめるスタートラインだなので、発想が嬉しかったです。皆さんの表情を見ながら、またそのなんかすごい毎回来るたびに勉強させていただいてもらってて、本当になんか僕この2年間すごいいろいろここで成長できたなというし。やっぱり圭太君のこう考えだとか、この寿司郎さんの雰囲気だっていうのはやっぱり来たら来たで僕も
楽しんで、普段あんまりお任せだけでもこれぐらいでいいなと思っちゃうんですけど、やっぱりこう食べたくなっちゃうオーラというか、そういうのは非常に楽しいですし、寿司屋ってこうあるべきだなっていう感じました。はい。いやでも最後にふさわしい、ふさわしいなんか感じです本当ごい。になんかありがとうございました。本当に高岡さんの回の時にね。あれね、僕が帰りに言ったんです。第2回はどこっていう。確かに僕が原因ではあるんですよ。高岡さんがちょうど東京に今度それぐらいでね、そう。で、悟君にやってみたいな流れでっていうこの2週だったんで、いやよかったっす。なんかでもこの回がねこうなくなっちゃうのは寂しいから、そうですね、ゆるりとまたっていう回があったらいいなってぜひぜひ。確かに思います。タイムカプセルします。どこにいるんですか。どこにいるんですか。どこにいる。出生さんの地下の冷凍庫。なんか寝かせとく。ネタを寝かせ。話が熟成。ダメだ。ぜひいろいろ頑張ってください。いい回でしたね。